24歳までに13カ国を訪れた、もう海外が大好きで大好きでしょうがない私がおすすめする、お金をかけないかつ現地の人とか他の旅人と交流できるめちゃくちゃおすすめの海外に行く方法を今日はお伝えしたいと思います。ワーホリみたいに年齢制限もありません。で、私は実際にこの方法を使ってドイツ、スイス、スウェーデン、デンマーク、アルゼンチン、コロンビアに行ったんですね。で、例えばスイス、スウェーデン、デンマークとか物価がめちゃくちゃ高い国に自分で2週間とかいようと思ったら、特に私その時学生だったんで相当なお金を貯めないといけないんですよ。だけどこの方法を使ったら金銭面のハードルもめちゃくちゃ下がったし、地元の人とか他の旅人と交流できるから人生を変えるような出会いとか想像もしてなかった体験ができたことが一番このサービスを使ってていいなと思ったことです。で、本当に周りの友達にもどうやったらそんなにいろんな国に行けるの、その方法を教えてとか、挑戦してみたいけどお金がとかすごい聞いてもらう言われるから、今日は方法を全部シェアしていきたいと思います。ってことで、じゃあその方法とは一体何ぞやって思ってる人がいると思うので、それを説明していきます。私はワークアウェイっていうサービスを使ってます。で、ワークアウェイって何かっていうと、その世界中にいる登録してるホストからここに泊まりたいっていう人を見つけて、その人に1日大体5時間ぐらいですね、週に5回自分の労働力を提供する代わりに、その見返りとして、食事と、お部屋を提供して無料で提供してもらいます。なので労働力と食住のエクスチェンジですね。労働力って聞くと何するのとか、きつそうとか無理って思うかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、自分の得意なこととか興味あること、好きなこと、学んでみたいことの分野で助けを必要としている人のところにコンタクトして私は行ってるので、いつもその労働時間あっという間に終わります。で、楽しくないとこれ6回合計使ってるんですけど、そんなにリピートしないんで、本当にもう大好きです。ワークアウェイカテゴリーがいっぱいあって、ワークアウェイの中でも例えばNGO とか学校とか、ファミリーステイとかファームステイとかサステナビリティとか本当にいっぱいあるので、もし気になった人はワークアウェイって調べて一回自分でもいろいろ見てみてください。もう一個、言語のことが多分心配になるかなと思うんですけど、ワークアウェイのホストのプロフィール欄の下の方にスクロールしてもらうとホストが話せる言語が出てくるので、ここで自分の話せる言語とホストの話せる言語がマッチするか調べてみて、ちゃんと見てみてください。で、実際に私がそのワークアウェイ6個やった中でも結構人生変わったなっていうのを2つ絞って、実は3つなんですけど、2つに絞ってやっていきたいと思います。じゃあ最初、スウェーデン編ですね。スウェーデンはめちゃくちゃ山の中で一人で住んでる女性のお家に10日ぐらいかな泊めていただきました。で、ここを選んだ理由はオフグリッドだったからです。で、オフグリッドは何かっていうと、今からどうやってこのオフグリッドっていう水と電気も自給自足の場所で飲み水を確保しているのかっていうのを見せていきたいと思います。ここを開けて、ここを上げて下ろしていきます。お水をこうひねったら日本ってもうジャー出てくるけど、そういうのって当たり前じゃないなとかいっぱい考えさせられましたね。私がここでやってたことは家事全般と、で特にビーガンのお料理よく作ってました。あとはでもそんぐらいですね。私 DIY とかできると結構重宝してもらえるんですけど、とかペインティングとか、私そういうの全然できないから、いつも家事とかお料理とか、あとはガーデニングとかが提供できるスキルですって言ってるんですけど、あと言語、英語、日本語とかなんですけど、ビーガンのお料理ができるのヨーロッパでは結構重宝してもらいました。忙しいけどとか、ビーガンに興味あるけど自分でやってる時間はないとか、もうビーガンじゃなくても何でもいいんだけど健康なご飯が仕事終わりに用意されててほしいとかいう人が結構いたので、お料理得意とか健康なお料理得意っていう人は結構それも押せると思います。アピールポイントだと思います。はい。で、次、アルゼンチンもこれは楽しかったですね。で、アルゼンチンで初めて実は日本人の方のお家に泊めていただいたんです。で、アンデス山脈の麓にあるヒッピーがたくさん住んでるような村に
20何年とか住んでる日本人の女性を見つけて、その方はそこに日本式のお家があって、お味噌の作り方を教えたり、お豆腐売ったり、日本の文化を広める活動をされてたんですね。ですごいと思って、私結構そういうことやりたいなって将来思ってて興味があったんで、その方に自分からコンタクトして、そこにそこも10日かな、2週間弱ぐらい仕事してたんで、その時は止めてもらいました。でそこでやってたことは、もうお野菜収穫したり木切ったりとか、なんかそんな感じでしたね。あと味噌のワークショップも見せてもらいました。でここで一番大きい学びは、日本の文化をもっともっと海外の人に広めていきたいなって思ってたんですけど、そういうことを体現してる人を実際に自分の目で見たことがなかったから、どうやって実現していけばいいかがわからないから、また夢かなぐらいに思ってたら、実際にやってる方を見つけて、そこに実際に行かせてもらって過ごさせてもらったことで、もっと自分の将来のビジョンをよりクリアにすることができて、実はそこでその時アメリカンディズニーでキャストしてたんですけど、ここは私の将来のビジョンを考えた時に今いるべき居場所じゃないっていうか、正しいキャリアじゃないなって思って、もっともっと日本のこと広めたいならまず勉強しないとって思って日本帰ってきたんですね。今日本なんですけどって感じで、結構人生にワークアウェイの経験とか出会いが大きな影響を与えてきています。じゃあ最後にワークアウェイのおすすめポイントと、あとは気をつけてねっていうポイントを2つ話していきたいと思います。まずおすすめポイントは、さっきも言ったけど、やっぱり金銭的な負担が下がることで、経験することへのハードルとか海外へ行くことへのハードルがかなり下がると思います。で唯一気をつけないといけないことは、そこまでの交通費とか、例えばお休みもらえた日のどっかお出かけしたいとかの娯楽費はもちろん自己負担です。あと海外旅行保険とかも自分でしっかり入っていくことを、おすすめします。あとそんなぐらいかな。でお金のかなり大きいメリットをさらに上回ってくるメリットは、やっぱり経験とか出会いだと思います。私コロンビアにいた時は他のワークアウェイヤーもいたんですね。だから他の旅人とも交流できたりとか、地元の学校に行かせてもらえたりして、コロンビアにいた時は村のキッズたちと一緒に遊んだり、そこでは英語の先生のチューターとして行ったんですけど、そこで村の学校の様子見れたりとか、それもすごい貴重だったなって思います。今ってネットで結構いろいろ見れる時代だから、いっぱい調べて情報を入れて満足しちゃうけど、私やっぱりやってみないとわからない、会ってみないとわからないって思ってるタイプなので、実際に行ってその人の生活の一部をまるまる体験できるわけじゃないですか。そこに一緒に住んで、一緒に働いて、一緒にご飯食べて、それって本当に想像以上に人生が変わる経験になるので、しかもワーホリみたいに年齢制限ないんですよ。だからもし興味があるなと思った人はぜひぜひ挑戦してみてください。